こんにちは。お元気ですか？今日は12月29日の月曜日ですね。もう年末で、あと何日だ ?29、30、31日ということで、今日入れてあと3日間で2025年が終わっちゃうっていう感じですね。私はいつも通りに過ごしてましたけれども、なんとなく家の中にいてもね、雰囲気的に年末だなっていう気がしました。なんとなくこの家の中から外に見える景色とか、なんとなく雰囲気とかがね、少し静まり返ってるような気がなぜかしたっていう感じですね。もうみんな年末でお休みモードに入ってきてるのかなっていうような雰囲気がなんかしたんですけど、別にね、普段からその外の人の姿とか声とかがすごい聞こえるっていうわけじゃないんですけれども、なんとなく今日はそんな感じでしたそんな風に思ったんですけど、で午前中はね、軽くちょっとだけ掃除をしました。エアコンのフィルターの部分がね、少しホコリ溜まってるかなと思って、そのホコリを拭った後に、そのついでにそのテレビ台の周りをね、この前床掃除した時ね、そこのエリアだけはもうめんどくさくてしなかったので、そのテレビ台をちょっとどかして、そこの部分に溜まってるホコリを、ウエットティッシュとかそういうのでですけども、軽く掃除とかしましたね。でDVD とか昔このテレビで録画したものをこの DVD-R に焼いてたりとかしてたんで、その DVD-R をちょっともうこれ見ないかもなと思って処分しようかなっていうふうに思って、その捨てるやつをね、いくつかもうこれ捨てようっていうふうにちょっとどけてね、捨てる準備をしましたゴミの日にね、次のゴミの日に出そうかなって思います。それでもね、いくつか DVD があったりとか、そうやって録画したやつはもう全部いらないなと思って捨てる方に回したんですけども、もう今ではね YouTube でも見れるような内容だったりも多分すると思うので、それとは別に別途普通に買った海外ドラマのね DVD とかはさすがにちょっと捨てる気にはならないので、それはもうちょっと取っとこうかなって思います。前にも言ったかもしれないですけども、昔海外ドラマのセックス&ザ・シティが好きで、それのコンプリート版の DVD をね持ってたりとかしたんでっていうか、今も持ってるんですけど、それはねちょっとまだ捨てられないかなっていう感じですね。といってもね、何年も見てないし、どうなんですかね。なんかそろそろ本当は捨てた方がいいのかなって思うんですけど、そんな感じです。で、私の部屋にはねテレビもあるんですけれども、実際にテレビを見ることはなくって、その DVD とかを見る時のモニターとして使ってるだけなんですね。だからね、結構場所を取るし邪魔くさいっちゃ邪魔くさいんですけれども、なんかね、とりあえずは捨てられずにそのままいるっていう感じですね、テレビがね。そんな感じで今日はほんのちょこっと掃除ができてよかったかなと。エアコンのフィルターも簡単にだけどホコリを拭えてね、それでエアコンかけたらねちょっとは暖かくなると思うんで、そんなことをしてました。で、仕事もちょっとしたけどね、別にもう頑張ったりとかはしないんで。あと今日ちょっと、今日っていうか昨日からかな、生理になったんで、なんかちょっと全体的にだるいんで、そういう意味でももう生理のメインの日とかはね、もうダラダラする理由になるので、生理イコール免罪符になるんでもうダラダラして、あと生理の時は好きなものバカ食いしても OK っていうね、チョコレートとかお菓子とか、なんかそういう免罪符がねいつの間にか
生理の日ってついてるようになってたんですよ、私。なのでそういうのが OK な日っていう感じなので、まあもしかしたら今日この後ねスーパーとか行ってお菓子とか買っちゃおうか、別に生理の時じゃなくてもお菓子買ってるんですけど、まあそんな感じです。まあ多分夜になったらもうちょっと仕事はするとは思うんですけどね。まあ仕事っていうか、まあ仕事か、うん仕事っていうか仕事かっていうか、まあ仕事なんですけど、そんな感じで、あとまあ2日とちょっとで今年が終わりますけど、まあ今年もまあいろんなことがあったというかね、個人的にはもう基本的には家に引きこもってて人にも会わないので、もういつも通りの1年間だったなと、365日が特に何もせずみたいな感じでね過ぎたなとは思うんですけれども、まあずっと寝て過ごしていた、もうそういう時に比べたらね、人には会わなくとも自分家でね、本当にパソコン開いてポチポチやってるだけではありますけれども、そうやって自分自身で仕事もしてっていう、人並みの営みができるっていう意味では、普通の人の生活に復帰したのかなっていうふうに思ってます。で、まあ今年もね、こう世の中に何が起きたのか正直よく分かってないんですよね。人とも喋んないし、そんなにメディアっぽいメディアも私見ないんでそうなんですけども、でもまあ今年もね、なんだろうな、AI とかはすごいスピードでどんどん変化っていうかね、すごくなっていくなっていうのはね、普通に生きてても感じたなっていう感じですね。そうそう、そういうこうもう SNS とかが台頭してきてもう久しいですけれども、まあ全然こう当たり前になっちゃってますけれども、そのさっきテレビの話もしましたけどね、私はテレビは今モニターとしては持ってますけども、もうテレビを見なくなってね10年近く経つのかな、になるんですよね。で、やっぱり見なくなったきっかけとしては、やっぱりテレビが流す映像が結構偏りがあったりとか、この、やっぱね、なんかね、こう、いらない情報を垂れ流してくるし、なんかちょっと信じられなかったりとか、ちょっと操作的な内容、情報操作的な内容もあったりとかして、なんか、あったのかどうかわかんないですけど、私はそう感じたっていうのもあって、結構見てて不快を感じるようになっちゃったので、あとやっぱり自分の思考がね、テレビの内容とか、その全体的な、まあテレビって言ったらね、こう全体的なマス層に向けてのこの情報提供ではあると思うんですけど、なんかね、それにすごくこう、なんていうか、ちょっと引っ張られちゃってるなっていうのも心地悪くて見るのをやめたんですけれども、まあその頃はねまだ SNS、まあツイッターとかそういうのは普通にもっと全然前からありましたけども、まあ、YouTube とかもね、まあもっと前からあったけど、結構日常にどんどん入ってきたのはそれくらいだったかなと、まあ2014、5年くらいにどんどん入ってきて、私もがっつりすごくもうテレビの代わりっていうぐらいがっつり見始めたのは2016年くらいだったかなとは思うんですけどもね。まあその頃はね私も社会人だったってこともあって、結構ね YouTube の中でもねビジネス系 YouTuber がね結構流行りだして、そういうジャンルができてきたっていうのもあって、結構面白い内容、なんていうのかな、 YouTube がすごくこういろんなジャンルが出てきて質もいろいろ高くなったりとか、まあいろんなものが出てきたんですよね。だからその時なんだったら池早さんとか好きで結構見てたし、なんだっけ、ど忘れちゃった、ど忘れちゃったんだけど、そっか、まこなり社長だ。まこなり社長とかね、めっちゃ面白くて見てましたね。そうそう、そんなこともあったんですけど、あれ、なんか話がそれちゃったんですけど、なんだっけ、テレビをやめて SNS が台頭してきて、そうそう、今年ね、2025年、AI とかも結構すげえなって思った年でしたね。
でもう今年ぐらいになるとね、テレビを見ているとかね、新聞とかテレビっていうのがね、もうオールドメディアですねっていう認識がかなりはっきりしてきたっていう印象ですよね。だからといってもうそれがもう不要なものとかいらないものとか、そういうわけではないんですけども、もうただそれがこのメインのそのメディアっていうか、メインのメディアではないっていう感じにはなったのかなっていうふうにすごく感じましたね。やっぱりもう若い人とかはもともとテレビとかは見ないのが当たり前くらいにはなってたとは思うんですけれども、どうなんですかね。結構二極化のような気はしますね。いわゆるテレビ新聞とかのそのマスメディア、名前の通りマス層に広く同じ情報を流すっていうマスメディアとかっていう意味合いもありますし、それに対してこの SNS とかだと結構個人のメディアっていう印象がありますよね。このマス層に対してっていうよりも結構なんて言うんだろう、いろんな意見とかいろんな情報が出てくる。だからこのテレビ新聞とかで、公的な事実ですみたいな感じで、それが全然間違ってることとか操作性があることとかありありなんですけど一つのこれはこういうことでしたみたいな事実に対してやっぱり SNS とかだと、それを深掘りとかしたりとか、実は裏ではこうだとかね、そういう情報が出てきたりとか、あとはやっぱスピード感ですよね。リアルタイムで出てきますよね。そうそうなのでちょっとそういうとこが結構違うなっていうふうには感じてますね。どっちがいいっていう比べるものではなくて、ある意味同じ情報源ではあっても別のものっていう風な感覚で見てもいいんじゃないかなっていう風に思いましたね。で、冒頭でもね、そのテレビとかが結構偏りがあるとか、その情報操作的な感じもなんとなくして気持ち悪いっていう話をしたんですけども、だからといって SNS が全部真実を言ってるとか、もちろんそういうことではないわけだし、逆にね、細かい詐欺とか嘘とか、もっともっと明らかな嘘とかもねフェイクニュースとかもめちゃめちゃあからさまなフェイクニュースとかも紛れてるわけで、なんかそういう意味ではなんて言うんだろう、このテレビとか新聞とかだったらそう大衆層マス層に対して公的な事実ですって言いながら実はそうではないとか、ちょっとなんて言うんだろう、少し変化球で嘘は言ってないけれどもそういう風に捉えられるような流し方とかいろいろあったじゃないですか。そういう感じだったのが今度は結構個人個人の SNS とかでなんて言うんだろう、AI もアルゴリズムでその人にどんどんおすすめしてくるっていうのもあって、そうだな、印象としては結構そこもある程度考えて自分で情報を取らないと、同じ情報が凝り固まってしまうっていうのはありますよね。やっぱりこの SNS っていうのは、自分でなんていうんだろうな、選択してこの番組は信用できるとかこの人のあれは信用できるとかで毎回見るとか、そういうのもありなんですけども、そうすると結局 AI のアルゴリズムでこの人はこういう系が好きなんだとか、こういう系の意見にすごく賛同するんだとか、こういう系の話だったらこの視聴率が高くなるなとか視聴時間が長くなるなとか、そういうのを計算して、やっぱりね、あっちも商売ですから、なるべく長く見てほしいっていうところでおすすめにね、同じような情報ばっか集めてくるじゃないですか。そうすると一部の思想に傾倒しやすいっていうところもありますよね。だからそういうところも自分で分かった上でやっぱ個のメディアであるSNS も見なきゃなのかななんてちらっと思ったりとかしたことはありますね。そういうのだと意外と例えば日常生活でリアルに人と会ってお話をしたことによって、なるほどね、そういうこともあるんだ、へーっていうのをね、知ってそういうのもちょっと見てみようかなと思って、例えば検索してそういうのを見てみてとか、そういうことを繰り返すことによってこの
AI のアルゴリズムもこの人こういう情報も検索したから興味あるのかなとか思って、そのやっぱりおすすめとかそういう一部の思想とかに偏りがなくなってくると思うので、やっぱりこうリアルな生活でもいろんな人のこの意見を聞いたりとか話を聞いたりとか興味をね持ったりとかして、そういうのを自分でもこういろいろ楽しんでみたりとか調べてみたりとか、そういうのがこのね、結構そういうアナログの情報っていうのは大事なのかもなっていうふうには思ったりとかしましたね。そんな感じで、なんだろう、2025年はとにかく AI すげえなって思ったのと、 SNS 系とかってこれからその個人のメディアってどうなっていくのかなみたいな、そういうのはちょっと思ったりしたなっていう感じですね。だからますますね、こうAI といえばごめんなさい、めっちゃ話飛ぶんですけど、やっぱり最近 AI のね画像生成とか映像生成のやつがその進歩がすごすぎて、素人でも簡単にフェイクの映像とか作れちゃうんですよね。それが結構不自然さがだんだんなくなってきて、だから結構 YouTube とかでもなんて言うんだろう、このフェイクニュースとかフェイク映像とか、例えばこの震災とか災害とかもね、そういうのもねプロの人じゃなくても一般人の人でも作れちゃうので、いかにもこう本当っぽいこう情報とかでも嘘かもしれないっていうのはちょっと出てくるだろうなと思いますね。そこでね、この Google とかがねいろいろ規制とかね、 YouTube とかそういう系の規制とかをどんどん強めていってとかね、そういうのも大変だろうなとは思うんですけど、いろんなその規制とかも動画のクリエイターに対してのね、そういうのも厳しくなってきたりとか、いろんなルールが出てきたりとかね、そういうのはするんだろうななんて思ったりしますね。だからこう当たり前に嘘がまみれてて、詐欺とかも結構、あるでしょうし、詐欺の被害に遭わなくとも知らない間に軽く騙されてて、そうだったんだ、へえみたいな、私それ知らんかったわみたいな、その嘘の情報を思い込んでたとか、そういうのはなんて言うんだろう、日常で普通にある嘘と共に生きるみたいな感じになるのかなと思いました。ただそれがね、自分がこう生きてる間、そして死ぬまでの間に特別大きなこうダメージを自分に与えるようなものではなければ、幸せに騙されてきててもいいような気もするんで、それだけ理解しながら半分洗脳されながら生きればいいんじゃないかなっていう気がしますね。だからね、それをこの知らない間にこういろいろ何か同じ情報とかに傾倒してしまったり、思想を強めてしまったりとか、知らない間にそういうことも出てくるし、AI の台頭も相まっていろんなフェイク誰でも作れるようになってくるしっていうのもあって、そういうメディアというものに対してのそのなんていうのかな、このどういう姿勢で見るのか、そのメディアリテラシーみたいなやつをちょっと意識することも大事な時代に入ってきたんだろうなっていうふうに思いますね。だからある意味このマス層に向けてこの一定の公的な事実として出してるオールドメディア、そのテレビとか新聞とかも見つつ、YouTube とかでもね、テレビ局がやってるやつとかも見れるんで、テレビから直接見なくてもいいと思うんですけど、新聞とかもねデジタルで見れたりするんで、そういうマス層に対してのマスメディアの情報と、個のメディア、その SNS 系とかそういうものにのものも織り交ぜながらこう見ていくのがいいんじゃないかなっていうふうに思ったりしますね。で、結局ね、こう今情報が肩で溢れていったりとかするので、そんなん無理っしょとか、そんなんわざわざこうなんか
気にしながらやってたらめっちゃいつでも精神疲れちゃうわみたいなると思うんですけども、なんやかんやでねまた結局ここに戻ってくるんですけど、結局はね野生の勘をいつも持っとくのがなんやかんやで私は勘が一番信じられるって昔から思ってるので、なんだろう、私が若い頃から一つ自分の中の信念があって、一番信じられるのは自分の勘って内心思ってることがあってそうそう、だからその勘がね鈍らないように普段からある程度そういうね訓練意識とか自分で考えてみるとか、あとはたまにちょっと体を動かして運動するとか、あとは自然の中に行くとか、そういう刺激とかも結構勘につながってくると思うので、で私はあまりできてないんですけど、結構いろんな人と話すとか、いろんな種類の人と話してみるとかね、そういうのが勘を鈍らせないという上では大事なのかなっていうふうに思ったりとかしました。そんな感じでね、今年もあと2日と数時間みたいな感じなんですけど、そろそろ今年はこうだったなとか、来年2026年はどうしたいなとか、ちょっとそういうものをじっくり考える時間を作らないと、気がついたらあれ2026年になっちゃったみたいなね、スーッと平行移動するように気がついたらなっちゃうんでちょっとその辺はね、このしみじみ振り返ってみたいななんて、今日明日ぐらいにね振り返ってみたいかななんて思った年末の12月29日の月曜日でございましたなんかね昨日2日連続でアップしちゃいましたなんて言ってましたけど、なんかね、なんかそのノリでちょっと連続で3日目もアップしてみますということでございました。それではまた。